うまい。褒めたい。俺を。これなしで外歩けないよ、もう。はい、どうも、かすやです。おはようございます。おはようございます。てつさん、はい氷出しの動画、やばくないですか？いや、めっちゃ見てもらってるね。ちょっとびっくりしたんですけど。俺だって3000人ちょっとの登録者数なのに、もう1万回余裕で超えちゃったもんね。あれ、普通に考えておかしいです、あの数字は。感謝。本当ありがとうございます。まあ、あそこまではアイスコーヒーの美味しい入れ方のシリーズだったと思うんですけど、そうだね。こうなったらプラスアルファで、なんかもっとアイスコーヒーを楽しむ、あの動画が人気だった理由って、あんな楽しみ方があるんだっていう提案がこうね、てつさんの実際にてつさんも楽しそうにやってるし、まあね、あれ楽しいよね、本当に。なんかちょっとそういう感じで楽しくアイスコーヒーをもっと飲めるなんかそういうアイデアってなんかないかなと思って。はい。ということで、はい、用意してます。さすが。はい。まあこの T シャツがね、実は僕がもともと在籍していたコーヒーファクトリーの T シャツなんですよ。あ、可愛いですね。ここにファクトリーってあるでしょ。書いてますね。まあ僕がね、ファクトリーで働いてる時からすごい夏の人気商品だったんですよ。はい。それがスパークリングコーヒー。まあそのまんまね、レシピを使うっていうのもあれだったんで、フィロコフィアを作ってなんか自分でちょっとアレンジしたんですよ。なのでそれを今日は紹介したいと思います。めちゃくちゃ夏にぴったり、炭酸で飲むコーヒーなんだけど、ちょっと甘み付けしてて、しかもちょっと酸味を効かせるっていうね、そういう飲み物になってるんで、この日本の夏に最高です。結構作り置きできちゃうんだよね。なのでぜひ試してみてほしいです。じゃあ実際に作ってみましょう。では準備整いましたんで作っていきたいと思います。簡単なんですよ。準備するのは、豆。おすすめはウォッシュドです。ナチュラルでもいいんだけど、ナチュラルだとちょっとその豆の風味がさ強く出過ぎちゃう感じあるじゃないですか。なのでウォッシュドで綺麗な味わいっていうのを狙った方がいいんじゃないかなって俺は思ってます。ただカーボニックマセレーションとかでね作ったらそれはそれでうまいんだろうなとは思うんだけど、今日はウォッシュドを紹介していきます。これフィロコフィアで今売ってるホンジュラスのウォッシュドですね。かなりうまい。割と浅入りなんですけど、浅入りとかの方が俺はいいのかなって思ってます。すっきり飲みたいならね。でちょっとコクがある感じで飲みたければ深入りでも構いません。であとはこのライムですね。これがやっぱりさ夏には必須よね。いい色してますね。ね、夏に生まれてきた感じするよね。夏のために。ドリンクといえばカクテルとかもそうですけど、ジントニックも夏美味しいし、モヒートですよ。わかるわ。モヒートはライムで作らないと本当に美味しくないんで。あとピニャコラーダ。そうですね。うまいよね。だから夏っぽい印象ありますよね。さすがバーテンダー出身。一応はこれでもチャンピオンだったはずのバーテンダーでちょっとあれですけど黒糖です。はい。きび糖だね、僕らが使ってるのは。これも何でもいいっちゃいいです。ただ僕らフィロコフィアはこのきび糖とかを使ってます。ちょっと優しい甘さになるんで、全然白砂糖とかでもいいんだけど、もし余裕があればこういう黒いきび糖とか黒糖とかを用意してみてください。じゃあいきます。で使う豆量、これ今回2杯分ね作っていきます。贅沢に 30g 使っちゃいます。これねちょっと今日小技使うわ。はい。あら、これは何ですか？そっちでも見えちゃうから。ハリオの超高性能スケールジミーです。名前地味じゃないですか。あ、小声で言っちゃった。名前がね。今のカットだ。いやカットしない。これで今までさ回り込まなきゃいけなかったから、これでちょっと
見えるようにしようかな。確かに撮影はすごくやりやすいでしょ。これちなみにアプリもついてるんですか？そうなんです。これわ、ですごい。すごい。アプリはもっとこう正確にいろいろ出てくる感じですね。うん。連動しますんで。ああ、なるほど。こっちでこっちも見れると。お客さんに見せながら、俺はこっち見ながらみたいな。なるほど。そういうのができますんで。すごい。はい、最高です。で、引き目は細引きです。まあこれEK で 4.5 番っていう数字なんだけど、これフィロコフィア用に補正かけてるんで、ノーマルの EK だったら確か 7.5 とかそのぐらいですかね。いろいろ試してみてください。今見せます、引き目を。こんな感じですね。はい、じゃあ粉も引いたので、実際に抽出していきます。こっからはね、いつもの通り割と適当です。やっぱ俺厳密にやるのあんま好きじゃないのかもしれない。普段は。とはいえ、30g 使って、90g 抽出していきます。だからめっちゃ濃い。注ぎもほぼないよね。ないよねっていうのもあれだけど。家ですごく細かくレシピ気にしながら入れたい人もおられるかもしれないですけど、やっぱ手軽に楽しみながらできるっていうのは大事ですよね。そうなんですよ、本当に。30g 入れていきます。だいぶ細かい。なので、要するにめちゃくちゃ濃いコーヒーを作りたいっていうだけなんです。はい、30g 入れましたと。で、これ後で黒糖を入れてもいいんだけど、俺的には先に黒糖をこの中サーバーに入れちゃいます。そうすれば割としっかり溶けるんでね。黒糖は 20g。きび糖、何でもいいです。豆が良ければもっと入れればいいし、そんな甘くなくていいよっていう場合は減らしちゃってください。20g で、ここでもう一回ゼロに戻しちゃいます。入れていきたいと思います。下に90溜まるようにっていうことなんで、これがまたね、ちょっと俺のあんま良くないとこで、この状態で0にします。で、90になるまで入れていくっていう感じです。いきますね。また0になっちゃった。しまった。この状態で0。できなかった。できた。想定外も楽しむ感じですね。はい。あんまり細かくやってないんで、濃く甘い液体が作れれば何でも OK です。で、目安としては、3分以内ぐらいに抽出が終わるといいなと思います。2分以上はかけた方がいいです。これあんまり早く 90g まで注いでっちゃうと薄いんですよ。なので細引きでしっかり3分ぐらいかけて丁寧にじっくりじっくり抽出していきましょう。なんか今日料理教室っぽいな。そういう BGM つけときます。お願いします。3分間クッキングみたいな。俺朝弱い人だからちょっと午前の撮影はこういう感じになっちゃうのかもしれない。うまく喋れない。でもいつも通りな気がしますけどね。はい。今36、7。いいペースですかね。これが90になるまでって感じなんで。でね、やっぱ細引きなんで詰まってくるから、この真ん中にこう一点注ぎとかするとお湯の落ち方早くなりますね。お湯が落ちてかないよっていう時にさ、回しちゃいけないんですよ、あんまり。落ちてかないよっていう時は真ん中に注いでった方が比較的早く落ちる傾向にあります。やべえ、ちょっと早すぎたかも。やりすぎましたね。
まあでも2分以上かかったんで OK で終了で、しっかりこのきび糖を溶かしてあげて、まあこれあったかいんでね。で、抽出は終了。まあ本当に簡単だよね。2分ちょっと、まあ3分以内ぐらいに注ぎ終えてもらって、でこの中にライムを絞り入れます。いや、これがもう夏じゃない？いいですね。この今匂いわかります？このライムとこのコーヒーが混ざっていく匂い。視聴者のみんなライムの香り感じてるかな？これはね、やらないとわからないですよね。やってほしいね。やってほしいですね。まあライムじゃなきゃダメってことないです。柑橘なら割といいんだけど、でもやっぱさ、レモンとかグレープフルーツと違ってライムって違いますよ。なんか酸っぱいんじゃないんだよね。そう。なんか爽快感がある香りと酸味なんですよね。やっぱ夏にはライムだよね。オレンジとかだとちょっと甘くなっちゃいそうですよね。確かに。でもオレンジもありだね。なんかナチュラルとかのコーヒーだったらオレンジの方がいいかもしれないですよね。確かに合いそう。もしかすると。はい。それもいいね。というわけで終了ですよ。簡単。簡単。でこれを炭酸水で割る。でもね、これ作りたての時ってあったかいじゃない。なのでこれをまあこういうグラスにね、氷入れてこれ入れて炭酸水で割るんだけど、あったかいうちに入れると泡半端じゃないのよ。なので昨日仕込んだやつがあります。はい、というわけでこれが昨日すでに仕込んであるものです。しっかり冷えてます。でまあこっからはね、もう割とお好みで飲んでもらえればと思うんですけど、まあ氷入れて、まああとアイスグラスとかもね、ちょっとこだわったりするといいよね。なんか可愛らしい感じのね。そうですね。一脚ぐらいちょっと高いやつがあってもいいかあってもしれないですね。も気分は上がるよ一家にね。一台。はい。まあこれ僕らは菅原ガラスさん、千葉にあるところですね。うちの小野さんが菅原ガラスのカフェオープンする時のオープニングスタッフだったんですよ。あ、そうなんですね。それの縁があって。もうこれ本当綺麗な、下の側がすごい綺麗な感じで、なんかいいですね。素敵なグラスですね。工場も行ったけどやっぱすごい素晴らしいところでしたよ。九十九里にあってね、すごいおしゃれな。でここに、まあ、僕らは炭酸水を150。もうここにライム絞って飲むだけでもいいもんね。もうこれそう言ってしまえばそれだけでも美味しいわけですもんね。てかもうさ、これライムがいいんじゃないのっていう。ライム主役のレシピですね。ね。でここに、まあ、45g 足していきます。最高。最高。色がいい。はい。これがまあここにあとはライムをねポンと入れて、まあ絞り入れてもいいし、まあこのまま突っ込んでもいいんだけど、まあちょっと仕上げにねさっと入れて、はい、完成。素晴らしい。どうですかこれ。色もいい。最高だよ。最高ですね。これねうまいんだよ。しかもやっぱなんか白砂糖で作るよりきび糖とか黒糖の方がやっぱライムとか使ってる分、あとウォッシュドでやってる分、ちょっとやっぱ酸の方が強く出てくるのね。でもそれを黒糖とかで作ると甘さがちゃんとサポートしてくれるから、しっかりバランスの整った味になるんですよ。最高です。ちょっとじゃあサムネ用は後でもう一回作るとして、はい、サムネ映えは大事ですが、はい、一旦飲んでみます。うまい。あ、またうまいって言っちゃった小声でうまいよ。褒めたい。
俺をこれうまいね。なんかうちのラダコーヒーって駅前お店あるんですけど、そこ夏めっちゃ出んのよ。やっぱこれテイクアウトしたくなる。これ買って外歩くならやれる。でもこれなしで外歩けないよもう。中毒性がある。あるね。いやうまいね。エナジードリンクよりエナジーだよ。いやそれはすごくわかる気がします。これうまい。ちょっと上松くん後で飲ませる。あ、今飲む。あ、じゃあいいですか。じゃあせっかくなので、はい。はい。じゃあいただきます。はい、今手元にあるので。いやー、これうまい。これはね、お店でしか飲めない味じゃないですか。そう。今までで思えば。こんなん別に余裕でしょ。それお店の人に怒られそうですけど、まあね、でもある意味そういうことですよね。はい。作り方公開しちゃったけど、スタッフには何も相談せず、でもいいよね。俺考えたレシピだし。美味しいですこれ夏の朝の寝起きにこれ渡されたらその日一日絶対ハッピーじゃないですか。確かにね。俺今だって元気になったもん。確かに。なんかこれだって前日の夜仕込んどけばいいんだもんね。そうですよね。ほんで冷蔵庫入れといて冷たくして朝炭酸水氷に入れてちょっと足して飲むだけ。なんかこれ本当に例えばちょっとお酒でジンを入れてみたりとかアレンジ無限じゃないですか。確かにこいつがあれば何でもできんじゃない。でなんか何やら上松くんがライムの切り方に、こだわりがケチをつけたわけじゃないですよ。こだわりがねあるということなんで、ちょっとそれを最後にちょっとせっかくなんでインスタ映えしそうなそうだね、はい、これやってほしいです。簡単なのでね、もうこれもハッシュタグスパークリングコーヒーでいきましょう。それどんでいきましょう。やりましょう、はい、じゃあちょっとライムの切り方、はい、講習に行きたいと思いますライムの美味しい切り方、はい、はい、お願いします。美味しい切り方で映える切り方ですね。映えるね。はい。元バーテンダーが教える。そうです。皆さん手を切らないようにご注意ください。まずは輪切りに。そうです。輪切りにすれば OK です。こっからですね。はい。しかもそうやって保存するの、ね。保存するとやっぱり切り口が断面乾燥すると良くないので、保存するときとかは合わせておくと乾きにくいのでいいですね。なるほど。はい。で、ここからですね、ちょっとこれ皆さん本当に手を切らないように注意してほしいんですけど、こういうふうに一回包丁を立てます。包丁を立てる。立てるんですよ。これ本当気をつけてくださいね。ペン持ちでこうやって持ちます。ペン持ち？怖っ。ちょっと怖いですよね。でこれでこのライムの緑と果肉の間に白い部分がありますよね。ここに包丁を通してこれで一周をぐるっと切っていきます。へえ、器用なことするね。そうなんですよ。バーテンダーの人はみんなこういうちょっと細かいゲートを覚えるんですけど、なんかさ、やっぱその見えないところの努力よね。そういうのって。はい。だってパッと出てきたらこんな背景があるなんて思わないもんね。そうですね。何気なく飲んでるその一杯の実はみたいなのがありますね。なんかバーテンダーのそういうの見たいね。ここに、さっきここから切り口入れてるので、これ全部切っちゃうと取れちゃうので、程よく残しておきます。なるほど。一周させないんだね。一周させないんです。そうすると、ちょっと今きれいに外していくんですけども、輪っかができますね。これをですね、グラスがあったとして、ごめん、ちょっとまた飲んじゃった俺。どんどん減っていくっていう。はい。かけるとこうね、ちょっとおしゃれな感じに。なるほどね。見えるという。本当だ。こういう小技がありますので。面白い。これでぜひインスタにハッシュタグスパークリングアイスコーヒー。あるよね。スパークリングコーヒー。スパークリングコーヒーにしようかな。はい。はい、というわけでいかがだったでしょうか。アイスコーヒー幻の4部ということでアレンジドリンク紹介してみました。僕のね故郷であるコーヒーファクトリーのスパークリングコーヒーの、フィロコフィアバージョン、
ちょっとねきび糖とか使ったりライムを絞ってみたりっていうところでより爽快感のあるものに仕上げてます。ちなみにファクトリーのはライムとか入れてないんですよ。でもそれじゃあダメなんですかって思うじゃない。ライムが入ってないとじゃあ美味しくないのかっていうとそうじゃないのよ。ライム入れなかったら入れないでうまいんだよ。またうまいって言っちゃってんじゃん俺もうダメなのいいや。ライムを使わないとどうなるかっていうと黒ビールみたいな味になるの。だからちょっと深入りの方があったりするわけですよ。で黒ビールとかあとなんかチェリーコークみたいなさすんごい深みのある甘いでも炭酸があるから爽快な味わいになってくるんですよ。あれもうまいんだよ。だけどまあね全く同じものをやっても芸がないっていうことで僕はライムを絞ってちょっと夏にね特化したような味作りをしてます。ぜひ皆さんも試してみてください。であとはねこの原液を使って何かアレンジができると思いますので、あとはねライムじゃなくてオレンジ入れたりレモン入れたりいろいろできると思うんだよね。なのでそういったこともコメントでいただければと思います。では皆さん高評価ボタン、あとはチャンネル登録少ないよね。なんかねそうですよねなんだろうね、なんかちょろっと見たらいいけど気に食わないみたいな感じなのかな気に食わないことはないと思います。それはもっと私たちが頑張って皆さんの役に立つ動画を作らないといけないですね。はい、これからも頑張ってというか正直俺めちゃくちゃ楽しいんだよね YouTube 撮影してるのが。だから今日もすごい楽しみで、なのでこれからも役に立つ情報、立たない情報、ありとあらゆるコーヒーの動画を出していきますのでよろしくお願いします。ではお疲れ様です。